どうもー、ベルです。今回は、ドゥームステイで、初等レイドのマッチングが発表されたので、今回の初等レイドの勝敗予想と事前解説をやっていこうかなと思います。前回の初等レイドは、結果の解説のみだったんですけども、今回は、実際の戦闘開始前にも見ていって、今回の初等レイドのトップ環境の観戦を皆さんと一緒に楽しめたらなと思います。では早速やっていこうと思うんですけども、今回はちょっとマッチング的に面白そうなので、前回よりも少しだけ範囲を拡大して、G1 から G4 まで見ていこうかなと思います。ではまず G1 から見ていきたいんですけども、なんでうちをここに放り込むんですか？ダメでしょ、放り込んじゃ。もう本当に泣きたいとこなんですけど、それを置いておきまして、今回の G1 は、ROK 対ブーンの構図です。ただ、今回の G1 って、いつもより他の勢力が強いんですよね。かなり猛者が揃っているので、あくまでベースとして、ROK とブーンの対戦になるんですけども、他のチームがどうしていくかっていうのも、結果に大きく結びついてくるのかなと思います。では各チームの詳細を見ていこうと思うんですけども、まずはゴールド。ROK の軍団ですね。現在、おそらく世界最強は、この ROK だと思ってます。前回の G1 でも DHX に勝って勝利したチームで、ラリーリーダーの質、そして連携と戦闘への情熱。もうどれをとっても超一流のチームです。そして、今回 ROK の仲間のチームもめちゃめちゃ強いんですよね。この DP については、パーツがフルカウントしてたりの、すごい際立って強い人はいないんですけど、全体的にキル数がめちゃめちゃ高いので、そうすると、かなり戦ってくるのかなと思います。では次に、ブーンのジェイドですね。こちら、彼ら見ていきたいんですけども、世界トップ4の一角とだけあって、めちゃめちゃ強いです。ここの強みは外交力だったりもするんですけど、本当前回共闘した時に、もうめちゃめちゃ指示が的確で、もう本当に戦いやすかったです。ただ、今回、ジェイドの同じ仲間を見ると、正直、ROK のゴールドの仲間の方が強いんですよ。もちろん、弱くはないんですけど、正直な感想としては、そうなっちゃうので。また純粋な単純な戦闘力で ROK と分を比較したときに、正直 ROK が勝るので、ここまでの戦力差見ると、もう ROK が勝つと思うんですけど、今回、他のチームも結構強くて、不利な状況であっても、戦い抜けるプレイヤーが結構いるんですよね。なので、その実は、かなり重要な他の軍団を見ていこうと思うんですけども、まずはこちらのアジュール。ここには私が注目している軍団、同盟が2つありまして、まず1つ目が143サーバーの団です。ここは昔から強かったというよりかは、おそらく、トップ司令官のために、ランカーが一時移籍してきたチームだと思うんですけど、ここ、リヴァイと AK がいるんですよ。この R3 にいる2.3 億の人と、R4 の左上にいる人ですね。AXE メンバーの方は、ご存知だと思うんですけど、どちらも闇の封鎖で戦ったことがあって、もう、どっちもめちゃめちゃ強い上に、もう損失を恐れずにバンバン来るので、結局今って、バフもめちゃめちゃ大事なんですけど、どれだけ戦闘に対して、情熱があって、損失を恐れないか。ここがもうかなり重要なポイントで、バフ差があっても全然ひっくり返せるので。
非常に強力なプレイヤーなのかなと思います。では次に、もう一つの、UUU の方にも、こちら、マップ概要の、これですね。こちら、175サーバーの UUU の方にも、強いプレイヤーたくさんいるんですけども、特に僕が注目しているのは、この方ですね。この方、日本人だと、なんか風の噂で聞いたことあるんですけど、ちょっと私記憶力がゼロなので、そこはちょっと信用しないでいただきたいんですけど、そんなことは、さておきまして、装備フル完で、もうパーツも白がめっちゃ多いですね。で、しかも、この方、戦闘統計見ると、キルも T6 がめちゃめちゃ多くて、死亡数も5200万いるんですよ。ということは、それだけ死亡数があっても、3億近い戦力を保てるほどの課金者ということですし、もう強いプレイヤーとバンバン戦ってきたことの証明になるので、もう恐ろしいことこの上ないですね。では次に、XE もいる、クリムゾンを、見ていきたいんですけども、私個人としては、戦友であり、敵としてもよく戦う、TFW と一緒に同じチームになれて嬉しいんですけど、ただ、相手が悪い。さすがに G1 は無理。もちろん、他のチームにも一人、パーツがほぼフル完してる、強い人いるんですけど、この方ですね。この人がいたとしても、さすがに戦力差があまりに大きすぎる。正直これ、野戦は無理です。プレイヤー全体の強さで見たときに、もう絶対に押されちゃいますし、T6 の人数も明らかに足りないです。ただ、何もできないかと言われたら、そうではなくて、ラリーリーダーはいるんですよ。TFW には、ボスの、コンですね。もうめちゃめちゃ強い人がいて、さっきの頃には、先ほどのパーツのフルカしてる人がいて、この二人には、劣っちゃうんですけども、うちには、私とカルさんがいるので、なので、トリプルラリーは打てるんですよ。ただ、ちょっとここに問題があって、ROK の、仮にじゃあ ROK とか、ブーンド、どっちかとは絶対戦うことになるんですけど、正直、この主力部隊の野戦部隊で、こっちのラリー部隊落とされちゃうんですよね。私はもう一瞬で殲滅されちゃうんですけど、私よりはるかに強い紺のラリーであっても、かなり厳しいのが現実なのかなと思います。ただ、戦う前から諦めるプレイヤーでは、私も今度もないですし、そんな気はもうさらさらないので、頑張っていこうかなと思ってます。ただ今回、各同盟の関係値的に、ゴールドとアジュールが組んで、ジェイドと、クリムゾンが、組むことになりそうなんですけど、そうなった場合、正直、ROK の圧勝になっちゃうんですよ。今回の強さ順って、もう分かりやすく、上から順に、ゴールド、ジェイド、アジュール、クリムゾンなので。ただ、どちらにせよ激戦にはなると思うので、ぜひご注目いただければと思います。では、次に G2 なんですけども、こちらも今回、非常に面白いマッチアップで、SSI と、ライオン連合対 HLB です。SSI は、前回の初頭レイドの、振り返りの動画でもお話ししたんですけど、もう今一番、波に乗ってるチームで、前回よりもさらに、パワーアップしています。ここはもう本当に、エースと、クリスがめちゃめちゃ強いですね。こちらの同盟になるんですけど、もう本当エース強いんで、あとはもう、あれですね。確か149にいたんですけども、この、左上にいる方ですね。この人ももう世界級に強い人なので、あとは他にもめちゃめちゃ強い方たくさんいて、非常に強いチームなんですけど、
ここの主力の一人の今回、エリーっていう方が、今別の同盟行っちゃってて、今回参戦してないので、本来の強さよりは多分、少し劣っちゃってるんですけど、それでもね、十分めちゃめちゃ強いチームなので。あ、持ってきたのか。あれちょっとごめんなさい。エリーがどっちで登録してるかごめんなさい。ちょっとわかんないんですけど、ただエリーがいて、なおかつ、ライオンもですね。ここもめちゃめちゃ強いチームで、もうほんと、ラリーリーダー揃ってますし、野生もめちゃめちゃ強いんですけど、ただ、この二つが組んだとしても、正直、HNB のが強いんですよね。HNB がこちらゴールドにいまして、ここですね。ここはもうほんと、リーダーがめちゃめちゃ強いのもそうなんですけど、めちゃめちゃ強い、もう一人で、盤面ひっくり返せるレベルの人が、もうかなり揃ってるので。で、そうなると、じゃあこの仮に、戦力がじゃあ2億とか3億とか、それ以上の人の数で、競ったとしても、正直 HLB 単独の方が上なんですよ。SSI とライオンを合わせたとしても。なので、なかなか、厳しい戦いにはなると思うんですけど、ただ、SSI もライオンもめちゃめちゃ強いので、非常に面白い戦いになるのかなと思ってます。では次に、G3 ですね。こちら見ていきたいんですけども、ここは正直、G3 が、こちらですね。こちらなんですけど、DHX 一強です。ゴールドに BOD がいたり、もちろん強いチームも他にたくさんあるんですけど、正直3軍団全部が手を組んで DHX に挑んでも、DHX が勝つんじゃないかと思うくらいの戦力差です。なので結構ここは、この勝敗はかなり硬いところなのかなと思います。では次に、G4 なんですけど、ここは今回、個人的に一番面白いマッチアップだなと思ってまして、ジェイドのラス対、アジュー、ごめんなさい、ゴールドの ZRS ですね。ほんと今回、おそらく上位タイのマッチングだと、一番戦力差が少ない、対等なマッチングじゃないかなと思ってます。どっちもめちゃめちゃ強いプレイヤー揃ってて、もう正直ほんと、どっち勝つか全然予想できないです。まずはラスから見ていこうと思うんですけども、こちらですね。この一番目にあって、ここですね。間違えた。こちらですね。ラスはもう比較的新しい、新しいと言っても、10ヶ月前後やってるプレイヤーが多いんですけど、その中でも、かなり戦闘民族がより集まってできてるチームなので、もう非常に強力なチームで、もう片方の ZRS も、非常に強力なチームなんですけど、ここは、最近というよりかは、もう長くやってるプレイヤー、2年以上やってるプレイヤーが、かなり多いですね。なので、戦力値としては ZRS の方が上なんですけど、バフや戦闘意欲で言ったら、もう正直互角。個人的には、もうラスの方が僕は強いと思ってるので、非常に面白いマッチアップになったのではないでしょうか。はい。ということで、今回の初頭レイドの事前解説は以上になるんですけども、今回はもう G1 と G2 と G4 がかなり面白い戦いになるんじゃないかなと思ってます。その中でも、個人的には G4 が一番面白い戦いになると思うので、ぜひご注目いただければと思います。また、観戦していく上で、どこが勝つか、事前に予想しておいて、的中したかどうかを、楽しむのも、一興だと思いますので、ぜひ、ご自身のマップと合わせて、観戦の方も、楽しんでいけたらなと思います。
では、最後までご視聴いただきありがとうございました。初等レイド同様、前回の初等レイド同様に、振り返りも終わった後やっていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、バイバーイ。